元副知事がですね、クーデターですとか、斉藤県政転覆をかなりの確信を持って、それが不正な目的に当たるので、公益通は当たらない、その辺の分かるですね、元県民局長のメールデータを請求したいと思いますが。委員会終了し、斉藤自治体席後の一幕。維新の会の増山委員が元局長のメールデータを開示請求されてました。しかし他の委員は不要なのではないかと反論しますが、斉藤知事を擁護するためか、なかなか退きません。その一部始終をご覧ください。次は資料提出の要求についてであります。委員各位から提出のあった資料提出申出書をもとに9月5日の理事会において協議した結果、タブレット端末資料08の資料要求の一覧の通り、5月2日の後期委員会に提出された資料、他3件の資料の提出を求めたいと考えますが、特に何かご発言があればお願いします。はい、竹内。昨日のですね、質疑の中で、公益通報のテーマの質疑の中でですね、私から「週刊文春」電子版に掲載されました猪本前総務部長の妻の人事異動に係る資料、この現物があると、言われてましたので、これについて資料を求めます。それともう一つですね、5月7日に、元局長の人事処分が行われてまして、その日に藤原弁護士が陪席の上、人事当局が記者会見をやっております。私は独自にこの会見録を入手しておりますが、皆さんにですね、藤原弁護士が記者の皆さんにどういった法的解釈をしていただくかと、極めて重要なことだと思いますので、この議事録を合わせて、請求いたします。以上です。はい、ただいまの竹内委員の申し出につきましてご意見よろしいですか。先ほどの件も含めて、資料要求することについて、行うことにご異議ございませんでしょうか。はい、ご異議ない。はい、はい、ご指摘。公益通報の法的解釈を藤原弁護士に相談をして、藤原弁護士は昨日の答弁の中でですね、記録と文書では返してなくて口頭だというふうにおっしゃってたと思うんですけど、おそらく人事課は何を聞いてどう答えが来たかっていうのを記録されていると思われるので、そこをできたら資料要求したいなと思います。2号館の4階。人事課と藤原弁護士とのおそらくですね、多分時間制で報酬を支払っている以上、何を頼んでどういう業務をやってもらったかの実績があると思うので、ここに記録されてるんじゃないかと相談の議事録みたいな。そういうことです、そういうことです。期間を限っていただいた方が、当然だから4月1日以降ですよね、相談されたのが、そこからこれまででいいと思います。はい。口頭で喋ったのを筆記したと。で、それを持ち帰って、で、それをもう一回成文化されたんですよ。で、再度確認したっていう、そのやり取りと筆記っていうのをメモ。さまざまな相談されていると思うんです、この文書問題に関わる、だからそこを一通り、この文書に関わる、だから厳密に言うと、多分3月の20日以降の対応として、どんな相談をして、記録が残っているかをぜひ提供してほしいなと思います。はい、わかりました。先ほどちょっと音声もあるんじゃないかということでしたので、越田委員の先ほどの趣旨の、資料と、音声データがあれば、それを、資料要求の中に入れるということで。はいはい。で、なんか確認でこれでいいですかっていうファックスでやり取りしたっていうことを確か言ってたと思うんです。そのファックスも欲しいんです。先ほど皆様からご意見いただいた趣旨のものを要求するということで、はい、はい。片山元副知事がですね、なんかクーデターですとか、斉藤県政転覆をかなりの確信を持って、それが不正な目的に当たるので、公益通は当たらないというような主張されていたので、その辺の分かるですね、元県民局長のメールデータを請求したいと思います
がいかがでしょうか。今のところですね、元県民局長の資料については、プライベート情報を除外しているので、メールについてはそれが含まれている可能性もあり得るということで、ちょっと今判断できないっていうのが正直。これ、あれですよね、この文章でいうと、プライベート情報って書いてあるこの306ページ分ぐらいですか。ここは除外してもいいんですけど、他のところは、かなりマスキングが入ってもいいので、内容が分かるぐらいはご提示いただかないと、解明が進まないんじゃないかという、斉藤知事もおっしゃって今、これ一回人事だと、相談する必要があると私は考えてるんですが、はいはい、どうぞ。グループ性はないという認定をすでに片山副知事はしておられて、そのことは明言されてますから、その段階で特定を一人に絞って捜査されたわけですから、この捜査をやり出すと、また例のプライベートの文書に云々のことをぶし返しですから、これはもうそういう一応認定、知事も認められました。そういった大きなグループ性がなかったということを明言されたわけですから、調査の必要はないと思います。知事は片山副知事、元副知事から、そういうグループ性のあるものがありますという報告を受けたというふうにおっしゃっていたので、それは最初です。そうです。21です。今の情報も本来であればあれですよ、先ほどの先生の話もありましたけど、広域通報者保護法での違法捜査です。違法収集ですよ。違法犯人探索ですよ。で違法に集めた情報をそれは出せっていうのは違うと思うね。だからそもそものだから背景情報として必要なところは出したらいいと思いますが。ただこれ以上にプライバシー情報もそうですけどね、県民局長の何でしょう、いろんな名誉だとか汚すようなものについては出すのは筋としては違うんじゃないかなって。だから明らかにだから広域通報者保護法とは自体が間違いだっていう主張をされるんであればまだ理屈は通りますけどね。でもそういう理屈成り立たへんですよね。もちろん名誉がもちろん名誉が傷つくような情報は一切排除していただいていいと思いますので、僕そこに何があるのか全くわからないんですよ。だからわからない中で、委員長だけでも別にいいんですけど、ちょっと見てもらってちょっと判断。ひとまず今日使用請求するかどうかの判断はちょっとできないので、次回の委員会で諮るということで、ちょっと人事官とも話しないといけないと思いますし、いろんな皆さんのご意見もお聞きしたので、また法的アドバイザーとも相談させていただきたいと思います。じゃあなんだっけ、片山副知事が言ってたメールの中にクーデターだとか、それから転覆だとかっていうことを言ってましたけど、この私たちが百条委員会でやってる文書の中には一切その言葉ないですよね。ですから全くこの資料について請求する筋合いもないし、必要ないと私は思います。増山委員が言われた日付の誤認があって、いわゆる転覆とかグループ性があるか、当初の、21.2の調査の時ではそういう疑いがあって自分も持ってたけど、25日に現地で、内容車の中で見た段階でもう全くそれは関係なくって個人でやっとるのを確定したからおっしゃってて、で今冒頭広域通報性の判断はそれによって左右されてないという尋問の答えやったんで、そこをちょっと確認していただいたら、だからもう一回尋問のやり取りをちょっと事務局の方と確認していただいてからもう一度精査言われたらどうですか。はい、はい。理事会でもお話ししましたけど、非常に大きな話題になっている部分でもございますので、
私は、渡瀬氏の個人の尊厳とかですね、名誉が築けられるような情報がもし含まれているのでは、もう全くそれについては請求するつもりはありませんので、その辺は事務局と委員長と副委員長でちょっと見ていただくなりしていただければいいと思います。以上です。繰り返しになりますけど、ちょっと今この場で資料請求するということはちょっと決めれないので、ちょっと次回の委員会に持ち越したいと思います。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。今日の議論の中でですね、越田委員からですね、我々の今のこの状況ね、公益通報保護法の状況を消費者庁に確認したらどうだ。いかがだったでしょうか？維新の会は何としても擁護したいのかな？そう言われても仕方ないわね。皆さんはどう感じましたか？コメントでぜひ聞かせてください。この委員会についてはどんどんアップするので、高評価、チャンネル登録もお願いしますのだ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ナレーションはボイスボックス青山流星がお送りしました。